結構痛みが長引いてるお客さんとか僕のところに来るんですよね。で、前に整体行ってたとか整骨院に行ってたとかトレーナーさんつけてやってたとかって言って、その痛みがあるけど痛みがいつになっても良くならないっていうので僕のところに来るんですけど、どういうことをやってましたかって聞くと、肘が痛かったんでここを揉んでましたとか、ここに電気を当ててましたとかって聞いたり、こういうエクササイズがいいってやってたんですけどやっぱり良くなんなくてっていうふうに言ってて、結構的外れな方法でやってる方がすごく多いなっていうふうに思うんですよね。痛みが出てるからここが原因って限らないんですよ。痛みがトリガーポイントって言って引き金になってる部分から痛みがここに出てるパターンもあるんですね。肩甲骨から来てるパターンもあるし、肩から来てるパターンもあるし、首から来てるパターンもあるし、なのでそれをやってもまあ良くならないよねっていうことが多いんですよね。よく僕田舎育ちなんですけど、田舎とかでもう整骨院に1年ぐらい通ってる、なんか自慢じゃないですけど、こう話してくる人とかっているじゃないですか。僕が思うに、なんで良くならないのに治らないのに、同じ整骨院に1年も通うのかなって僕疑問なんです。良くなってないんだったら意味ないんで、お金も時間も無駄なのにって僕は思うんですよ。で、僕の施術の師匠が言ってたんですけど、治らない整骨院ほど混んでると言うんですよ。お客さんが来て治っていくのであれば、そんなに待合室あんな混まないと。治らないから混んでんだよっていうふうに言ってて、ああ、なるほどと思って。でも確かにそうなんですよ。1回目、2回目、3回目ってパーソナルだったり施術が進んでいくにつれて、痛みが少しでも減ってなきゃおかしいんですよね。減ってなきゃアプローチが間違ってるんですよね。なので、間違ったやり方をいつまでやっても痛みは良くならないので、これでダメだったら、じゃあこれでダメだったらまた別の方法でっていう形で、いろんなアプローチをして、本当の原因、トリガーになってるトリガーポイントを探していくっていうのが、本当の施術者のあるべき姿だと思うんですよね。なので、僕は必ず聞くんですよ。痛みが少しでも下がってるかどうか。下がってるのであれば、それを継続していくし、変わらないのであれば、アプローチを変えて指導しています。よく、その肩こりがひどいって言ってて、マッサージに行って、肩をよくマッサージしてもらうっていうふうに言ってるんですけど、なんかこれもよくあるパターンじゃないですか。で、僕お客さんに聞くんですよ。マッサージ、ああ、いいですねって。気持ちいいですよねって。うん、気持ちいい。次の日どうですかって聞くんですよ。次の日戻ってませんって聞くんですよ。そうすると大体の人が言うのが、やってる時は気持ちいいと。楽になった感じがする。軽くなった感じがする。で、家に帰って寝て、次の日になると、また凝ってると。よくあるパターンなんですよ。肩の筋肉をいくらもんだって原因ってここじゃないんですよね。原因になるのが、このペック、胸の筋肉だったり、この脇の下にある、肩甲骨だったり、このリンパのこういう部分ですね。こういう部分が、この肩こり、ここに痛みや嫌悪感を出している原因になってます。なので、ここをいくらもんでも良くならないのはそこに原因があります。前の筋肉が収縮してて、後ろが完全にこう、伸長した状態ですね。こうピンピンに張っちゃった状態ですね。それで肩の張りっていうのが出てるので、そのアプローチをすごく間違ってるトレーナーさんとか施術者の方って多い気がしますね。そうなんですよね。僕も3月末に怪我をしまして、その時はトレーニングの後半ですね。もう7種目ぐらい、各種目4セットでやってんで、7種目ぐらいやってたんですよ。もう28セットぐらいやってて、もう結構疲労してたんですよね。でも、肘の痛みが良くなった後だったんで、もうプレスができる。プレスを伸ばしたい。デッドリフトとスクワットに比べるとベンチが極端に弱いので、やっとベンチができる。やっとプレス系が強くしていけるっていうので、後半にもかかわらず、ダンベルショルダープレスですね。この椅子に座ってのダンベルショルダープレスを40キロでやってたんですよ。で、最後のセットですね。もうこうやって上がんなくなってきて、で、こう背中をこう反らせて、後ろ90度でベンチ台、90度のセットしてやってたんですけど、こう背中を反らせてこう上げてたんですね、最後。で、そしたら、肩がもうぐにゃーってこっちに外れたんですよ、この後ろに。で、もうダンベル落としちゃって、で、肩がもうダラーンっていう状態になって、で、もう外側に外れてるんで、それをこう無理やりこう入れ
たらもうガコって入ったんですけど、これはたまたまラッキーなんで、皆さんはちゃんと病院に行ってお医者さんに入れてもらってください。でも僕はこうガコッと自分で入れまして、でうわーと思って、で幸いなことにこう周りに誰も人が近くにいなかったんで、本当に良かったなっていうふうに思うんですけど、そういう怪我をしてしまったんですが、いろいろ多くを学びました。リハビリのこともそうだし、トレーニングの追い込み方ですね。自分の限界っていうのもやっぱり知れたし、どういうふうにトレーニングプログラムを組んでいかなきゃいけないか。またお客さんに対してもどういうふうに指導していかなきゃいけないかっていうのも改めて考えさせられるいい経験になったと今振り返れば思いますね。もう本当にもうこのエクストーナルローテーションですね。この外旋の動きがもう全然取れなくて、もうここぐらいでも痛いみたいな。でも今やっとこの90度まで戻ってきたんですけど、もうちょっとですね、あと今 95% ぐらいなんで、あと 5% を今リハビリとドライニードルっていう針ですね。針でその筋肉をほぐす治療を週1回行っています。